一日の終わりに深い眠りにつきいつもありがとうございます。岡健リフォームの岡です。私のあだ名は小学生の頃から岡健でした。中学生の時も岡健でした。今でも岡健です。そんなことはどうでもいいんですけれども、訪問販売の塗装屋さんについてのお話です。訪問販売の塗装屋さんに見積もりをしてもらいましたという電話をよく受けることがあります。それで地元の業者さんにも一度家の状態を見てほしいと、そういう相談を受けます。それで私はそのお宅に行くわけですけれども、ほとんどのお客様のお家は結構新しくて綺麗なのです。そんなの塗装なんてする必要ありませんねっていう感じです。そういうお家が多いのです。なぜ訪問販売の業者さんは新しくて綺麗な家に飛び込み営業をかけるのでしょうか。それはそもそも訪問販売の業者さんは先手を打ちたいからです。先制攻撃です。古くなったお家に営業に行くこともありますが、そこそこ新しいお家に飛び込み営業に行きます。その理由は、そのお家の人が何年かしたら外壁塗装をする必要性があるということをまだ知らないからです。そういう知識がないのです。しかしそこそこ10年以上経っているお家ですと、お母さんもそろそろ外壁塗装をせなあかんな考えるようになります。するとインターネットでいろんな塗装業者さんを探したりとか、外壁塗装の折り込みチラシを保存しておいたりとか、スマホで検索したり、塗装をしたお友達に相談したりとかで、そこそこ知識があります。そしてまた2回目の塗装をする人も過去の経験を頼りに次の業者選びを検討します。しかしそれに比べて新築で建てて10年以内のお家ですと、そんなの外壁塗装なんて考えたこともないはずです。そういうところにピンポーンと飛び込みで営業に来て、外壁塗装早くしないとやばいですよと営業をかけてきます。でもお母さんは外壁塗装って何のことかっていう感じですけれども、営業マンさんに上手にお話をふっかけられるのです。そして自分の会社の専用の30年持つ塗料がありますので、それを使って家を長持ちさせましょう。今なら安くできますよ。お客さんのお家は人通りが良くて目につくので宣伝にもなりますので、特別に安くさせていただきます。というふうに殺し文句を言ってくるんですけれども、頭のいいお母さんは、ちょっとこれはということで地元の業者を探して、それで電話をしてこられます。別に訪問販売の業者さんが全て悪いということではありません。そして早くメンテナンスをするのも建物にとってはマイナスにはなりません。懐はマイナスになるので辛いのは確かです。ただもともと地元にも塗装屋さんがたくさんあるのですから、わざわざ訪問販売の人に頼む必要もないのではないかと思うわけです。ほとんどの訪問販売の業者さんは他府県からやってきます。中には地元に事務所を構えているところもあります。しかし名刺を見ると地元の住所にはなっていますが、調べてみるとそれはアパートの一室だったりとか、ワンルームマンションを借りているとかいうケースが多いのです。そして実際に現場に来る職人さんたちは他府県ナンバーの車に乗ってやってきます。そして塗装をしてもらって、4、5年とか5、6年とか経ってちょっと不具合が出たので相談の電話をかけてみると、この電話は現在使われておりませんとなるケースもよくあります。そしてそういう業者さんは今度は会社の名前を変更して
別の会社で別の会社としてまた同じ地域を訪問販売として飛び込み営業で回るのです。別に工事をちゃんとやってくれればそれはそれでいいと思いますけれども、今すぐやらなくてもいい外壁塗装を無理やりやらなくてもいいとは思います。そしてやるときは地元の業者にも相談することが大切だと思います。不可欠だと思います。別に私のところに頼んでくださいとは言いませんけれども、やっぱり近くの業者を探して相談してみてください。それが一番です。それでどこにするか比較検討されたらいいと思います。そして地元の業者さんですとそんなに下手なことはしないと思います。下手なことはできないと思います。その業者さんの子供がお客さんの子供さんと小学校でなんかこうスポーツ少年団で同じ小学校ではないんですけれど、そういう野球仲間であったりとか、子供同士が同じ高校に通っているとか、会社の同僚の息子さんと職人の息子さんが同級生だったりとか、何かどこかでつながっていたりするかもしれないので、そんなに悪いことはできないと思います。私も生まれてからずっと地元ですし、50年間同じ家に住んでます。親戚も近くにたくさんいるので、余計に下手なことはできません。ですから、まとめとしましては、全然外壁塗装をやる気がない、そう思っていた人でも、訪問販売の親切で礼儀正しくて口の上手な営業マンが来ると、外壁塗装をやらないといけないのかなと思ってしまうかもしれません。しかしその前に一度地元の職人さんに相談してみてください。それからでも遅くはありません。ありがとうございます。